満点でもギリギリでも合格は合格です。看護師としての資格も給料も何も変わりません。だったら効率よく勉強して自分の時間を増やすのも立派な選択です。国家試験合格を目指す皆さんのためにこのチャンネルでは満点を目指す方にもギリギリ合格を狙う方にも役立つ情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価をして一緒に2月まで走り抜けましょう。今回は第112回国家試験の全体分析をしていきます。国家試験は240問と言われているんですが、状況設定問題を1問とカウントして全体で200問と対象とします。領域別を見ていきます。このような形で出題されています。まんべんなく出てくるイメージですね。災害が少し少ないかなと思いますが、キーワードとしては、今回手術、対家族と挙げております。これで67問。で、上の領域別下のキーワード、これらを重複を含めて集計すると、200問中148問が該当します。必死を除けば7割正答率で合格できることを考えて、このような重要なキーワードを中心に効率的に学習することが合格への近道です。この動画では解説には踏み込まずに分析のみにとどめます。解説は別の動画でお届け予定ですので、引き続きご覧ください。まず、領域別から進んでいきます。老年高齢者。高齢者、老年看護ですね。まず、加齢による身体の生理的変化。ADL 介護施設が問われます。疾患について112回では、変形性関節症、繊毛、脳梗塞と合併症が出てきますね。成人看護では、解剖整理や緊急事態用が問われます。心肺蘇生法 PLS だったり、窒息の時のハイメイク法が登場しました。で、周産期看護がとても多くて、まずホルモン。ホルモンバランスは定番ですね。で、分娩時の経過について出ているのと、あと切迫早産、子宮収縮、陣痛破水などのワードも出ております。で、新生児、これに関しては本当に必須で、アプガスコア、生理的体重減少、経費ビリルビンのワードが出てきます。で、出産後の後陣痛や授乳中の問題点等も出てくることが多いです。あと、胎児のハイサーファクタント。国家試験始めたばっかりだとよくわかんないと思うんですけど、出てきますので、出てきたら覚えてください。また別の動画で解説します。小児看護は、発達段階や遊びの発達、心理社会的特徴が出てきます。疾患としては、第112回では、気管支喘息川崎病筋ジストロフィー。こういう上の病気だと、長い経過をたどることがあるので、訪問看護だったり、通学している方もいるので、特別支援学級との連携もポイントとなっております。次、在宅看護です。在宅看護は訪問看護のことなので出てきますね。で、主義として胃管の管理、経管栄養とかが主に出てきます。で、あと出てきやすいのとしては、最近 COPD とかの患者さんも増えているので、ホット、在宅酸素療法が出てくることがあります。精神看護では、疾患としては、うつ病、統合失調症、依存症が出てきますね。で、あとは入院形態。この5つの入院形態理解しておきましょう。
あと、基地燃料ですね。基地燃料ある方、救急対応だったり、身体的拘束のワードにも注意してみてみましょう。支援に関しては、デイケアや服薬指導がメインとなります。精神は特に自己中断が多いのでね。次、災害看護です。災害看護は、地震による多発外傷、例えばフレイルテストや、あとこれはクラッシュ症候群、地震、災害看護でしかほぼ聞くことはないですね。ホットを使っている患者さんの災害時の対応、例えば停電とかは注意が必要です。あと DMAT の役割くらいは覚えておくといいかもしれないです。続いてキーワード見ていきます。手術と術後管理見ていきます。術式に関しては、これらが出てきておりまして、その各々一切上だったらダンピング症候群。後半は侵襲の高い手術ですので、術後が出てきやすいですね。生体腎移植は免疫抑制療法。肺頭手術はその後の ICU 管理。で、人工関節置換術は高齢者がやることが多いので、専門だったり、人工関節の後の脱臼予防、出てきますね。術後の観察としては、知ってること知らない方多いと思うんですけど、ムアの分類出てきます。ムアの分類ほぼ出てきますので、名前と大体の生理変化だけは注意して勉強しておきましょう。対運動についてです。対はこれらの対が出てきます。これぐらいだったら知ってる方多いと思うので、あと関節の動きですね。どれがどういう動きをするのか。これ知ってるだけでもうすぐ一問取れるので、これは見ておきましょう。家族支援として、意思決定支援や家族会グリーフケアなどが問われます。家族支援の重要性が特に問われますね。バイタルサインはちょっと常識なので飛ばしますね。意識レベル JCS、GCS は JCS に関しては112回試験では出題されてませんでしたが、GCS との違い理解しておきましょう。感染管理についてです。感染経路、予防策。これらはもう一般的な問題ですね。で、ウイルスは、112回試験では HIV とノロウイルス出てました。続いて、疼痛管理ですね。疼痛管理に関しては、術後、高齢者、周産期の疼痛コントロールは禁止です。あと、症状として激しい疼痛とかを訴えたっていう状況設定問題だと、心筋梗塞等の緊急事態の可能性もあります。それ以外にも疼痛に関して、疼痛が主訴になる症状が多いので、学習しておきましょう。次、法律制度系ですね。取材された法律、一覧にしてみました。こんな感じで。ちょっと長いので読み上げることはしません。ちょっと広げてみます。こんな感じで出てきてますね。全部覚えるのは、無理だと思います。保健師取る人とかでもそんなにしんどいと思うので、重要な法律についての解説は今度別動画でしますが、まずギリギリ合格を目指す我々、もちろん満点目指す方は全部覚えてください。ギリギリ合格を目指す我々は、法律制度に関しては、守秘義務。例えば、補助看法ですよね、看護師だったら。多分助産師だったら何法かなとか、覚えておくといいと思います。薬剤管理は何法かな、就業制限がかかるのは何法かな、介護福祉関連特に出てます。あとは法律の対象者と目的だけは確実に覚えましょう。
続いて看護技術に関してです。主義が問われてましたね。第112回試験ではこれらの主義が問われています。あとは無菌操作も出てきました。で、糖尿病に関して正解数3問だったんですが、他でも出てくることは圧倒的に多いので解説していきます。糖尿病で出るのは急性の関連疾患と慢性の関連疾患。急性の関連疾患に関しては、高浸透圧、高血糖状態。すごい高血糖になります。1000とか超えたりする。大体が2型糖尿病です。ケトアシドーシス DKA。ケトンが高い状態で。これはほぼ1型糖尿病。国試レベルだったらそれでいいと思います。で、低血糖が出てきますね。で、慢性の疾患としては神経障害。足に病変が出やすいですね。あとは網膜症、腎症。出てきます。あとはインスリン治療をしていくので、低血糖発作等も品質で出てきます。いかがでしたか？この動画では第112回看護師国家試験の分析をもとに、今後の学習に活かせるように大まかに解説していきました。このチャンネルでは引き続き効率的な対策動画を配信していきます。また違う回の看護師国家試験の分析および解説していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントで応援してください。一緒に国家試験合格を勝ち取りましょう。